まずはこの大阪に、万博の感動ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございます。ありがとうございます。半端ないぐらいみんなにありがとうって言われたっていうことそうですね。特にやっぱ最終日はフラッグパレードって言って各国の国旗を持った人とで僕らプロデューサー陣も歩かせてもらったんですよ、リングの下を。だからその歩く両サイドがもう人だらけで全員からありがとうって言ってもらえる感じがすごかったんですよ。死ぬ間際にこの風景を思い出すなっていうぐらい冗談抜きでまた一応大阪万博から建築を考えるというような主題のもと、万博以前以降で今日を起点に語れるような会にとにかく2020年の4月に正式な打診があったんですけど、これをやっていいものか、やったらやったで建築家人生は終わるかもしれないけど、とにかく中に飛び込んで何かをやる方がやらないで外で見てるよりも自分としては納得があるんじゃないかなと。あとは世界情勢がすごく分断していると、集まること自体が今の時代を考えるととてつもなくアバンギャルドで、そのテクノロジーがどうとか何を見せるかとかそういうのの以前に万博っていうフォーマット自体がもう時代遅れと言われてるんだけど、実は一周回って現代という時代では一番最先端に躍り出てるんじゃないのって思ったんですよね。全然違う文化とか伝統を持ってるけどつながれるんだっていうメッセージを世界に向けて発信できるって、これすごいことだよなと思って、で建築家って人が集まる場所を作る仕事なんですよね。こういうふうに皆さんが集まって、だとしたら世界の人が集まる場所って言ってみれば建築の究極の姿じゃないですか。でそれは建築家の仕事だよなと思ったんですよね。だったらやるしかないだろうと、やってやろうじゃないかと思ってやり始めたんですね。最初は何やってたかっていうと、すごい真面目に動線計画やってたんですよ。でここでなぜか丸い形が出てきてるんですけど、一瞬ね勢い余って、これ本当に最初の頃にでもないよねと思って海の方に出るのはないよねと思ってまた戻るんですけど、でここで一つであり同時にたくさんである、他であり同時に一つであるっていうふうに走り書きをしてて、多分これを書きながらそういうことだよなって思ったんでしょうね。で面積を当たり始める。でも一応リングがね楕円で海に出ちゃまずいよなと思って、で日本館とか書いた。なんかこんなことをずっとやってたんですよね。でとにかくパビリオンを入れるっていうのがなかなか大変な作業で、面積をキープしながらでこうやってで番号振ってあるのは大きいパビリオン123456とか書いてあって、で青いのは小さいやつとかね、だんだん面積の計算とかいろいろ細かいことやってたらわーってなってきて、わーってなったんですよでわーってなってこの辺昔の安中っぽい確かにね感じもありますよ。自分の中ではこれ太陽の塔の顔のつもりだったんですけどねわーってなって、でもやばいやばい、もう一回ちゃんとやんなきゃみたいな。でだんだんこうやってリングの断面も書いて、今とちょっと構造がね違いますけど、で教会にプレゼンした後に、いや楕円で水の方に出てないけどディスカッションしてたらね、いや出てもいいんじゃないのみたいな話になってきて、そう言われたら確かに出たら全部が解決すると思って、帰りの新幹線でこれを書いていったんですよね。こんな感じで、これ多分その日の帰りの新幹線で全部書いてて、結構真面目に円だとね思いつきで書いたなって思われてるんですけど、割と違うんですよ。結構真面目に、それこそね本当建築家人生かかってるなと思ったので、4ヶ月間今までもありえないぐらいこのプロジェクトにひたすら集中してやってましたね。現地に行った皆さんね分かると思うんですけど、リングの下って歩くだけじゃなくって地面にシート敷いて座ったりして、すごいなかなかな風景になってるじゃないですか。で休憩したりで、最初にあれを見た時にいい意味ですごい衝撃を受けたんですよね。っていうのは
リングってもともとは歩くところとして僕らも想定してて、そこに用途、座ったり休憩したりっていう用途が発生するとまずいんじゃないかみたいな空気があったんですよ。でそれはあれだけ大きな木造建築物を仮設建築として通す以上、その用途の制限が結構あるんですよね。これもね、座ってる人いないじゃないですか、地面に座ってる人で。ところが開幕したらすごい勢いでみんな地面に座り始めてて、あ、そういう場所だったんだと思って、でよくよく考えてみると、この柱が 3.6 メートルピッチで落ちてるんですよね。でこれが8畳間のサイズなんですよ。でさらに通るとこじゃないところは梁が入ってるじゃないですか。だから1階2階みたいな、そういう感じになんかなっていって、だから確かにこれ座りたくなるよなと。でもっと言うと木の柱は42センチ角なんでこのぐらいなんですよね。ちょうど椅子の背もたれぐらいの幅で木なので、もたれかかりたくなるんですよね。まあみんなもたれかかっている。無意識でやってたことが皆さんのその何気ないというか、皆さんも無意識で座って休み始めた時に、なんか自分がやってたことがすごい明らかにされたような感じがあって、あれもすごい感激した瞬間でしたね。建築ってこう物を作る仕事は仕事なんだけど、最後はやっぱり人じゃないですか。でしかも今回の万博ってとてつもない数の人が入るから、人が作る風景がどうなるのかっていうのはなかなか想像がつかなかったんですよね。だけどその開幕日とかその週とかにとてつもない数の人がうわーっとリングの下とか上をなんか流れていって、遥か彼方にいる人と今自分がいるこの場所が同じ場所であるっていう感じがやっぱりすごい感動的で。多分前にこうやっぱり丸の単純さがどうなんだっていう話をさせてもらったことがあって、今日改めてスケッチを見るとこうなんかうにゃうにゃしてる案とかあるじゃないですか。丸で良かったですか？丸で良かったっていうかリングはどうでしたか？だから万博に来れない方の方が世界中考えた時に多いわけで、何十億人って方が来れない。でもこの写真は一瞬でも見るわけですよね。その時にまだ世界には希望があると。このわけのわかんない世界の状況に対してもこの丸の中に世界はつながってるぞと、一緒に未来を作れるぞ俺らっていうふうに考えられる、そういうメッセージとしての強さがやっぱり必要なわけですよ。これは不思議なことにこのリングは近づいていけばいくだけだんだん円がほどけてくるんですね。それで親密になってくるんですよ。柱張りだけになってくると、実はスカスカで8畳までハグしたくなるような木の柱で、っていうふうになってくるんですよね。でね、このスケールによって意味が変わってくる、言ってみれば正反対に変わるわけですよね。権力の強い形、しかも世界をつなぎ止めるもう最後の希望みたいな形から、最後はなぜかその下で寝っ転がって昼寝をしちゃえる人間に一番近しい何か。どうですか？だから変なね、めちゃくちゃ饒舌になりましたね前からちょっと藤本さん、万博全体のランドスケープ、ありがとうございます。庭ですねを作られた忽那さんがお越しなんで、今日ちょっとあんまり全然ランドスケープの話に触れてくれなかったんで、忽那さんにとっとって今回の万博でできたやつと一番決定的に違うのはどこでしょう？間違い探しでリングの上です。最初真っ白で、志村さんといろいろ議論させてもらいながら提案しながら、あそこの植栽の、天空の土手の風景作ろうとか、四季の時計ですという話でね、こうなったんですよね。季節によって変わっていく草花、あとは森も忽那さんがやってくださって、森ってただどっかから木集めてきて作ったんじゃなくて、大阪の万博記念公園はじめ、今ある公園のちょっと混み合っていて具合が悪くなっているような木を持ってきてるんですね。でそうすると元にある木も生育環境が良くなるし、持ってきた木はちゃんとコンピューターでシミュレーションをして適切な間隔が空くようにして、
でさらにそれを2年前からちゃんと作り始めるっていうようなことをやってるので、ああいうなんか自然な森になってるんですけど、その辺のことを忽那さんが全部面倒見てくださって作っていた。その森が残ることになりました。そうなんです。ありがとうございます。でいつも最後の質問で聞くのは、建築家とはどんな職業ですかっていうのを毎回記録に残させてもらってて、ここに学生の方たちが本当まだもう入れなくて後ろの方後方の方に並んでたから入れてない子たちが多いんですけど、何ですかねこれって夢のある職業って言っていいんですかね。こんなどういうふうに後進に向けて言ってあげれるか。みんなにありがとうって言われる仕事ですね。確かに確かに。ありがとうございます本当に。